今日のモ活は懐かしい筋肉マン消しゴム塗装動画シリーズ。今回は当時もののレギュラーシリーズパート17ヘビーメタルです。水性アクリル塗料でペイントをしました。このヘビーメタルがラインナップされたパート17のブックレットです。ちなみにこの小冊子そのものは当時を再現した復刻版、後年に発売されたコンプリートボックスの付録でした。銀のマスクを抱えた筋肉マンが表紙のブックレットでしたが、ラインナップにはゴーレムマンやレオパルドンなど大井争奪編の登場超人も数多く、ペイントするヘビーメタルの消しゴムの塗装前です。ペールオレンジの使用、黄ばみ黒ずみありましたが、ペイントに影響するほどではなかったので、そのまま工程を進めていきました。残虐の神が憑依した本来のソルジャーチームの一員だった超人です。塗装後のレビューを先に。90年代のアニメ第2期でソルジャーマンが改装したシーンでほんのわずか登場したカラー再現で彩色をしました。この塗装で用いた塗料はこちら。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。消しゴムフィギュアの塗装はおよそこんな流れで下処理を行います。煮沸して表面のホコリや余計な油分を落とす。レンジに漬け込み、過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリア艶消しを吹き、塗装の下地を作る。そして塗装です。ペイントの様子はダイジェストで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地の塗装としてパレホのモデルカラーライトフレッシュを水で溶いて薄く全体に塗りました。かなり薄く白に近いフレッシュカラー。一度の塗り入れはハケを使って一気に塗るので 2,3 分あればできてしまいます。ベースが完全乾燥した後肌カラーです。淡いピンクを作りました。モデルカラーのライトフレッシュとブラウンローズという塗料を調色して作り、水で薄めて色をのせていきました。白っぽいカラーなので薄く重ねてを意識して色をのせました。下地も装甲して一発でしっかり色がのりました。筆は基本は模型塗装用の面装筆。面積の広い箇所はハケなどを使って時短させ効率よくペイントをしました。続いて緑系の塗料、ゲームカラーのジェイドグリーン。青緑に近いカラーです。アームカバー、アンクルカバー、バンド、上半身や腕のチェーンの装飾物。塗装箇所が多く面積が大きいので、シタデルカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料も使って適度に薄めながらムラにならないように色をのせていきました。続いて赤です。右目元、パンツ部分にゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー。ペイントはムラを作らないように筆の先端で叩くように色をのせていきました。パレホはスペイン発祥の高性能水性アクリル塗料。少々塗膜の薄いところがありますが、明るい色数も多く隠蔽力は強いので、フィギュアやプラモデルの塗装に最適です。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。塗装にかかった時間は約60分でした。頭髪はゲームカラーのオレンジファイヤーを使いました。ビビッドカラーで鮮やかな色分けになってきました。オレンジも一般には隠蔽力に課題ありですが、下地も効いて一発で色がのっていきます。腕部と脚部のコスチュームの一部に紫です。ゲームカラーのエイリアンパープルを使いました。少し青みを帯びた紫です。適度な粘性の扱いやすい紫の塗料です。ヘビーメタルはオランダ出身の残虐超人で、超人強度72万パワー。残虐超人界の切り込み隊長の異名を持ち、コミックスでは第30巻もう一人のソルジャーの巻に初登場しています。シューズには黒です。ゲームカラーのブラックを使いました。
上半身などアニメ版では簡略化されていた箇所はオリジナルでカラーを決めています。最後にシタデルカラーのシェード、カルロブルククリムゾンを水で溶いてフェイス、手、ボディに墨入れしました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアーを全体に吹き、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。ということで今回は当時もの筋肉マンの消しゴムレギュラーシリーズの金消しパート17のヘビーメタル水性アクリル塗料でペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。